まりましたギターラジオ。ギターや音楽にまつわるさまざまなことについて、聞くだけでちょっと得した気になれるような情報をお届けしていきます。ラジオのように気軽に聞き流しながら楽しんでいただければ幸いです。この前 SNS で音楽仲間に3月生まれの人がとても多いというつぶやきを見ました。言われてみると、私自身の音楽関係のお友達も3月生まれの人数が他に比べて抜きんでている印象があります。一体どうしてなんでしょうか。別にお会いした方の誕生日をいちいち聞いてメモしているわけではありません。しかし SNS から今日は誰々のお誕生日です、お祝いしましょうみたいな通知が来るので、意識しなくても人の誕生日がわかるようになっています。同じような通知が来る方も多いと思うのですが、何月生まれが多い印象をお持ちでしょうか。ちょっと調べてみると、一般的に出生数が多いのは7月から9月にかけてだそうです。確かに7月から9月が誕生日の知り合いもいますが、音楽関係に絞るとやはり3月生まれの方が多い印象です。とはいえ私の周りだけかもしれないので、ひとまず3月生まれの著名なミュージシャンに誰がいるかを調べてみました。これ方、ひろくに、3月3日生まれ。桜井和寿、ミスターチルドレン、3月8日生まれ。小田哲郎、3月11日生まれ。小渕健太郎、小袋、3月13日生まれ。中村貞則、3月15日生まれ。加藤和彦、3月21日生まれ。岡崎林天、3月21日生まれ。家紋達夫、3月25日生まれ。吉川忠英、3月27日生まれ。松本隆弘、ビーズ、3月27日生まれ。ギタリストもしくはギターのイメージのあるミュージシャンを集めてみたのですが、いかがでしょうか。正直星の数ほどいるミュージシャンの中から選んでもって感じはしますね。でも有名人を考えることで少しイメージが湧きやすくなったかと思います。本当は条件を決めて誕生日のデータベース等を使って集計をしてみたいなことをしないといけないんでしょうが、それは他の方に譲ります。ただ音楽をやる人3月生まれが多い説について少し思い当たる節があるので、ここから少しお話ししたいと思います。もう頭に浮かんでいる方もいるかもしれませんが、3月生まれは早生まれですね。早生まれは1月1日から4月1日までに生まれた人のことです。これが音楽にのめり込むことと関係があるのではないかと思います。小学校の特に低学年の頃、早生まれの子供は同じ学年の遅生まれの子供よりも体育の授業が苦手な傾向がありませんでしたか。ややこしい表現ですが、遅生まれの子供は早生まれの子供に比べて早く生まれているので、体が成長していることが多いです。なのでどうしても同じ条件で運動すると早生まれの子供の部が悪いということですね。もちろん個人差があると思いますが、少なくとも私早生まれはそうでした。体育の授業だけではなく、例えば鬼ごっこ等の遊びでもなかなかうまくいかず、知らず知らずのうちに運動系のことに対して苦手意識が出てくることになります。苦手意識が出てくると、クラブ活動や習い事でも運動系のものを避ける傾向が出てきます。では何をするかというところで、楽器が出てくるというわけです。もちろん絵を描くとか手芸とか写真とか運動系以外のジャンルもたくさんあります。しかしちょうど流行りの歌を聴いたりする年代ということも相まって、音楽はかなり魅力的な非運動系の活動なのではないでしょうか。逆に4月生まれや5月生まれだとスポーツに得意意識が出てきやすかったりするのかもしれません。早生まれが非運動系ジャンルに流れるとなると、1月や2月生まれで音楽をやる人が多くてもおかしくないはずです。しかしやはりその印象はなく、3月生まれが多い気がします。2月は他の月に比べて日数が少ないからかもしれませんが、それでも3月の1割程度少ないだけです。1月に至っては3月と同じ31日ありますし、この辺りは3月が冬と春の境目になってることが関係しているんでしょうか。例えば誕生日プレゼントで欲しいものが買ってもらえるとなったとします。
1月や2月の寒い時期に楽器を始めようと思うでしょうか。私ならゲームか何かを買ってもらってこたつに入りながらやりたいです。3月は少し暖かくなってきますし、入学や進級の時期と重なるので何か新しいことにチャレンジしたくなる傾向もあるかもしれません。ちょっと説得力に欠ける部分も多いですが、ひとまず音楽をやる人3月生まれが多い説の理由をここまでお話ししたような感じで受け取っています。そういえば日本以外では9月に入学という国が多いというのを思い出しました。なので外国では音楽をやる人には8月生まれが多いのかもしれません。そんなわけで初めの方で挙げた3月生まれのミュージシャンは日本国内に限定しています。ちなみにウェスモン・ボメリーやエリック・クラプトン、ラリー・カールトンなどそうそうたるメンツが3月生まれでした。今回書いてきた説が一理あるとすると、苦手意識の影響ってすごく大きいんだなと思います。早生まれであっても徐々に成長に起因する能力差はゼロに近くなっていくはずです。しかし実際には苦手意識が出てきて途中で諦めたり挫折したりすることもしばしばありますね。その中には後の運命を変えるような大きな決断があるかもしれません。たかが誕生月、されど誕生月ですね。でもそれで音楽という素晴らしいものに打ち込むことになるなら、それはそれでハッピーなのかなとも思います。全体的に早生まれの人間の愚痴みたいになってしまいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次のギターラジオでお会いしましょう。